闇の底には光よりも早く届くものがある。それは人が胸の奥で密かに隠したつもりのあの黒い震え、誰にも見られていないと思った瞬間にだけそっと形を持つ影。それは決して怒らない、決して叫ばない。ただ静かに秩序のほころびを見つめている。その名はネメシス。彼女は人が越えてはならない線を踏み越えたとき、どこからともなく現れる。罰するためではない。憎むためでもない。ただ、世界が本来持っていた均衡をそっと元の位置に戻すだけ。人がおごりに満ち、自らの影を見失ったとき、彼女はその影を拾い上げ、持ち主の足元へ静かに置き直す。それは誰もが一度は感じたことのある説明のつかない胸のざわめき。あれこそがこの翼を持つ女神の羽ばたきの余韻なのだ。彼女の血は夜よりも古い。世界がまだ形を持つ前のざらついた闇とそこに沈む静寂の間からゆっくりとにじみ出した。その母は人の祈りよりも重く、神々の言葉よりも深い必然。その父は天と地の間に漂う名もなき均衡の気配。どちらも物語として語られることを拒むように曖昧で輪郭を持たない。だからこそ彼女は生まれながらにして誰にも似ていない。神々の宴にも英雄たちの血の匂いにも染まらず、ただ一人世界のほころびを縫い合わせるためだけに存在している。その翼は天の高みから授かったものではなく、地の底の沈黙から生まれたもの。羽ばたくたび空気は震え、人の心の奥に沈んだ過ちの種がかすかに揺れる。その起源は語れば語るほど霧が濃くなる。限定に残された断片は少なく、その少なさこそが彼女の本質を物語っている。罰ではなく世界の均衡そのものとしての存在。彼女の手には計りのようなものがあると語られる。だがそれは金属の重みを持つ道具ではない。人の胸の奥に沈む過剰と欠落をそっと撫でるように測る目に見えない感覚の器官だ。羽ばたくと風は冷たくなる。それは季節の変わり目の風ではなく、人が自分の行いを思い返すときに背筋を撫でるあの奇妙な霊気。女神は罰を与えるのではない。罰は人が自らの影を直視したときに自然と生まれるもの。ただその影を照らすだけ。夜道でふと立ち止まり、理由もなく胸がざわつく瞬間。あれは彼女がそっと羽を広げ、あなたの足元に落ちた過ちの影を拾い上げた合図なのだ。その翼は天使のように白くはない。闇の中で光を吸い込み、輪郭だけが淡く浮かび上がる。ひとたび夜空を横切ると、星々はわずかに瞬きを止める。世界は息を潜め、均衡が揺り戻される瞬間を見逃すまいとしているかのように、古い歌の断片にはある王の物語が残されている。その王は自らの力を誇り、人々の祈りを自分のものだと信じた。ある夜、彼は夢を見た。夢の中で王冠は溶け、金の粒となって地面に散った。拾おうと手を伸ばすたび、粒は指の隙間からこぼれ落ち、やがて黒い影となって王の足元にまとわりついた。その影の中心に彼女は立っていた。声は発さない。ただ
王の胸の奥に沈んだおごりを静かに見つめていた。翌朝、王は目を覚まし、自らの行いを悔いたという。その悔いが本物だったのか、恐怖から生まれたものだったのか、それは誰にもわからない。ただ、その夜から王国には奇妙な静けさが満ちたと伝えられる。まるで彼女がまだどこかに立ち、王の影を見守っているかのように。彼女はオリンポスの喧騒から常に一歩離れた場所にいた。宴の笑い声にも、戦いの叫びにも興味を示さない。神々が力を競い、英雄たちが名誉を求めるとき、ただ静かにその均衡が崩れぬよう、影の位置を見つめていた。恐れられていたわけではない。むしろ、神々でさえ彼女の前では、自らの影を意識したという。決して孤独ではない。だが、誰とも群れない。その距離感は、まるで深い森の奥に立つ誰も立ち入れない神殿の奥のよう。誰も近づかないが、誰も無視できない。彼女は神々の世界においても過剰と欠落を静かに見つめる存在だった。静寂。彼女の羽ばたきは音を持たない。ただ胸の奥に沈むあのかすかなざわめきだけが通り過ぎた痕跡となる。世界は均衡を失うたびにこの女神を思い出す。そしてまた忘れる。忘れた頃にまたそっと現れる。影を拾い元の場所へ戻すために。日本の古い森に宿る気配を知る者なら、ネメシスに似た存在をどこかで感じたことがあるはずだ。例えば山道でふと背筋を撫でる冷たい風、あるいは誰もいない社の前でなぜか一歩だけ足が止まる瞬間。それは恐怖ではない。罰でもない。行き過ぎたものを元の位置へ戻すという静かな働き。日本の民間伝承には、人のおごりを戒める存在がいくつも語られてきた。山の神は山を侮る者の足をすくい、川の神は水を軽んじる者の影をさらう。それらは決して怒っているのではなく、ただ世界の均衡を守っているだけ。彼女もまたその系譜に連なる。人が自分の影を忘れたとき、そっと拾い上げ、胸の奥へ返す。その静けさは古来より抱いてきた見えないものへの恐れと深く響き合っている。物語はここで終わる。だが、この解釈は数ある説の一つに過ぎない。古代の歌は時代の風にさらされ、語り部の声によって形を変え、幾度も姿を失い、また現れる。だからこそ、神話は今もなお、これほどまでに魅力的なのだ。彼女についての記録は、闇の向こうへ消え去り、今ではほんのわずかな断片しか残されていない。だからこそ、この場所に集うあなたへ、静かに問いかけたい。もし、あなたの記憶のどこかに、もう一つの物語のかけらが眠っているなら、もしあなたが日常の中で、ふと感じたあの冷たい気配に心当たりがあるなら、どうかここに、そっと書き残していってほしい。あなたの一言がこの消えかけた神話の新しい一節となるのだから。